こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。話せ日本語へようこそ。私はレンです。今日のテーマは生きがいです。こんにちは、レンさん。私はひなです。生きがい、とても好きなテーマです。この本は世界中で読まれていますよね。そうです。生きがいはヘクトル・ガルシア・プワイグとフランシスコ・ミラスの本です。一緒にこの本を分かりやすく説明していきましょう。はい。この本はとても大切なメッセージを伝えています。日本語を学びながら生き方も学べる。とてもいいですよ。まず、生きがいとは何ですか？ひなさん、簡単に説明できますか？はい。生きがいは日本語で生きる意味、または生きる理由という意味です。生きは生きる。害は価値を意味します。なるほど。エネルギーの源なんですね。この本は生きがいを見つける方法を教えてくれます。正しいです。本の中で著者たちは日本の沖縄島に行きました。沖縄島は100歳以上生きる人が多いことで有名です。その秘密は何でしょうか？著者たちはそれを調査しました。そしてその秘密は生きがいだったんですね。その通りです。沖縄島の老人たちは全員毎日起きる理由を持っていました。花を育てること、家族と食事をすること、漁をすること、小さなことでも大きな意味を持っていたのです。この本の中で最も有名な部分は4つの円の図です。このダイアグラムについて説明してください。はい、4つの円があります。最初の円は情熱。自分が好きなこと、ワクワクすることです。情熱はパッションです。2番目の円は2番目は得意なこと。自分が上手なこと、工夫せずにできることです。日本語で得意と言います。スキルやタレントと訳せます。3つ目は3つ目は世界が必要とすることです。最小化すると他の人の役に立つこと、社会に貢献できることです。使命とも言えます。そして4つ目は4つ目は報酬を得られること、お金になること、お仕事になることです。そしてこの4つの円が重なる中心、全部が交わる場所、それがあなたの生きがいです。それはパーフェクトな図ですね。情熱×得意×世界のニーズ×報酬、全部が重なるとき、それが自分の生きがいになる。そして大切なことは4つ全部の円が重なる必要はないんです。1つでも2つでも重なればさらに深めることができます。大切なのは探すことをやめないことです。本の中でフロー状態についても話していますよね。フロー状態とは何ですか？フローは心理学者の筑前とミハイの概念です。日本語で言うと没入の状態です。何かに完全に集中しているとき、時間の感覚がなくなるあの状態です。わかります。私は日本語を勉強するときにその状態になります。時間を忘れてざっと1時間以上経っていることに気づくことがあります。それがまさにフローです。この本は言います。生きがいを見つけるヒントの一つは、フローが起きることを探すことです。時間を忘れるくらい熱中になれること、それがあなたの情熱のサインです。とても実用的な指針です。時間を忘れることは何かと自分に質問するだけで自分の生きがいのヒントが見つかるかもしれません。この本はわびさびについても紹介しています。わびさびとは何ですか？わびさびは日本の美学の概念です。わびは質素さや不完全さの売り呼びで、さびは時間とともに変わっていく美容画です。完璧ではないものの中に美しさを見つけることです。これは現代人にとても大切なメッセージです。ソーシャルメディアで完璧な写真ばかり見る世界で自分の不完全さを受け入れることが大切です。まさに、わびさびの精神は今この瞬間を大切にすることです。完璧を目指すより今ここにある美しさに気づくこと。これが生きがいを持つ毎日へとつながります。ひなさんに尋ねます。あなた自身の生きがいは何だと思いますか？少し考えさせてください。私は人と人をつなぐことが生きがいだと思います。言葉を教えたり、一小屋の業績を作ったり、コミュニティを作ること。それが私の情熱です。素敵ですね。それは明らかに4つの円の多くに触れています。情熱、得意、世界のニーズ、そしておそらく報酬も。我がさね、少しずつですけどね。では大切なのは、私はまだ探し続けています。
生きがいは完成形ではなく、毎日深まり続けるものですから。それはとても深い言葉です。生きがいは目的地ではなく、道のりそのもの。毎日小さな一歩を踏み出すことで、より深い生きがいに近づいていく。ひなさん、クイック問答です。4つの円の言葉を一言で該当する日本語を言ってください。パッションは？情熱。Skill, what you are good at は？得意。What the world needs は？使命。What you can be paid for は？おかめ。正解です。一番直接的な答えです。正式な言葉は報酬ですが、お金も正解です。まとめとして、この本から一つだけメッセージを受け取るとするなら、ひなさんは何だと思いますか？今日も生きる理由を探し続けることをやめないだと思います。大きな目的でなくていい、毎日の小さなこと、好きなコーヒー、大切な人との会話、自分が生きていることを感じる小さな瞬間、それ全部が生きがいです。それより素敵なまとめはありません。皆さん、お越しいただいてありがとうございます。ひなさん、ありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。こちらこそ、レンさん。皆さんにも自分の生きがいを探し続けてください。それは山登りの中で最も上手な近道です。